こんにちは、やいりちゃんです。今更ながら自己紹介をさせていただきます。やいりくんとの関係性を不思議に思っている方も見えると思います。やいりくんはお兄ちゃんです。お兄ちゃんはギターの知識が豊富ですが、私はまだまだ知らないことが山ほどあるので、いろんな職人さんのところにお邪魔して勉強していきたいと思います。それでは今日も行ってきます。こんにちは。こんにちは。何やらギターを作るという噂を聞いたので、はい、話を伺いに来ましたが、はい、今どのような状況ですか？今ですね、道林さんと2人で材料を選んで、その材料を使って、これからギターを作る様子を YouTube で追っかけていこうっていう話になりまして、で、ですね、この前選んだ状態からちょっと進みまして、まずこれ裏コですね。今回 LO を作るってことなんで、だいたい LO ぐらいのサイズによりちょっと大きいサイズで、引き回した状態ですね。でも木取りの位置も決めて、これが最終的にだいたいギターの形になるっていう状態ですね。で、横胴板ももう、あらかた木取りまでは済ませてて、もうあとはこれから曲げていくっていう状態になってますね。木目がとても綺麗なんで、きっと仕上がる頃には最高のギターができるんじゃないかと思います。楽しみです。で、あと表コですね。表コはもうちょっと作業が少し進んでまして、もう一部ちょっと力木を張った状態で、表ももう、装飾まで入ってます。見えますかね。素敵なデザインですね。そう。こだわりがあるんですか？こだわりはそうですね、なるべく木だけを使って、これ全部の部品がそれぞれ木でできてるんですけど、僕はどっちかっていうとその木の質感が好きなんで、いろいろ装飾する時は貝を使ったりとか、あとセルっていうプラスチック系の材料を使ったりとかもするんですけど、僕はなるべく木だけで装飾を入れるようにしてます。これもね、塗装すると結構木目がもっと際立ってきてて非常に綺麗になるので、出来上がりをまたちょっと楽しみにしててもほしいなと思います。今一応進行具合としてはこんな感じですね。はい。で、今日はこの続きをまずちょっと貼っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、じゃあ、今から力木を貼っていきますけども、こんな感じの木の角材をここに貼っていきます。じゃあやっていきます。はい、こんな感じで1箇所留め終わりました。この状態のままどれぐらい時間は置くんですか？だいたい2時間ぐらい2時間ぐらいでつくんですか？で乾いちゃいますね。早いですね。はい。気温の差で多少の時間の前後はあるんですけど、だいたい2時間ぐらい経てばもうガチガチに固まりますので。じゃ
ゃあ2時間後にはもうガチガチに削れますか？そうですね。もう僕は2時間ぐらい置いたら削り始めちゃいますね。終わりました。あとはこれをちょっと2時間ぐらい置いて、で乾いたら取り外してまた削っていくという感じになります。はい、先ほどブレーシングを接着してで、全ての、ブレーシングがもう接着できましたので、これからこのブレーシングを削り込んでギターの音を作っていく作業に入りたいと思います。ブレーシングは音作りの上で重要な工程だと勉強済みです。この前丹羽さんにいろいろ教えてもらった？はい、たくさん勉強してきました。そう、ここはね本当に重要だし、多分その作り手の個性が一番出る場所だと思うんで、やっぱ人によって削り方が違うし、それによって出てくるギターの音も違うんで、これが面白いもんで、僕はそのギターに限らずだと思うんですけど、楽器ってその作り手の性格がその楽器の音にも出てくると思ってて、どういうことかっていうと、例えばすごい几帳面な性格の人が作るギターっていうのは割とこうかっちりとした音になるというか、イメージの話ですけど、逆に思い切りのいい人が作ったりすると結構ワイルドな響きをするギターになるような気がしてて、自分はこれってやっぱりその手作りのものの良さであると思ってて、当然その大量生産のギターとかそういったものは逆に製品のムラがなくて、その一つ一つのクオリティがすごく高く仕上がるので、ムラがないっていう点においては非常に優れてるものだと思うんですけど、やっぱり逆に個性がどうしても少なくなってしまうので、その点こういう手作りの楽器っていうのはそういう作り手の個性がふんだんに盛り込まれてて、そういう部分が音に現れてくるので、そういうところが個人的にすごい面白いと思うポイントでもあり、やっぱりものづくりの楽しさに通ずるもんがあるなと思ってます。でも面白いですよね、同じ材料で違った音が。そうだからまさに今回のこの企画はそういった部分がね、ギターがこの完成した時に比べて出るんじゃないかなと個人的には楽しみにしてるんですけど。なんとなく音のイメージはできてるんですか？そうですね、僕は結構いろんな音作りされる方がいると思うんですけど、結構バランスを重視するので、音作りの面においてはその低音域から高音域までがムラなく均等に出るように、気をつけながら、いつも音作りをしてるんですけども、どうしてもやっぱりどっちかに偏ってしまうと、低音はすごい出るけどなんか高音の伸びが良くないなとか、ってなってしまったりすると
やっぱりどうしてもその聞こえてくる出音っていうのにムラが出てきちゃうので、なるべくそうならないように、音作りをするんですけど、それがまたなかなか難しいですね。追求ですね。追求ですね。僕なんて本当まだまだなんで、ああいう丹羽さんとか小池さんとか比べると、やっぱこう削っていくとどんどんこの響き方が変わってくるので、そういうのもちょくちょく確認しながら、で一応やっぱりギターっていうのはここにブリッジが来て、弦の振動っていうのはここを起点にトップに広がっていくんで、叩く時はなるべくこのブリッジ、コマがつくあたりを叩きながら、この辺の振動の仕方とか音を確認していってますね。あとはこういう硬さとかも見ながら削りながら。何を今調整してたんですか？これカンナって言って、カンナっていうのはこの木の土台に刃が刺さってて、でこれってすごいなんていうのかな、本当アナログな構造なんで、押し込んでいけば押し込んでいくほど刃が出てくる。でこの刃をどれだけ出すかで1回に削る量っていうのが変わってくるんやけど、でその刃の出具合と、あと傾いちゃうんで適当にボンボンボンって叩くと、横を叩きながらその刃が均一に出るように調整して、でこの状態が良くないと綺麗に削れないので、これがしっかり刃が出てると綺麗にストレスなく削れていく。私には分からない工具がいっぱいありますもん。この道具もね、本当に人それぞれで、使うものが全然、同じ作業やるにも多分違う道具を使ってやる人もたくさんいるんで、やっぱり一番自分に合ったやり方を見つけるっていうのが、それもまた一つ楽しみですよね、仕事していく上での。本当なんか今まで苦手だった作業とかでも道具を変えたりやり方をちょっと変えてみるだけですごいやりやすくなったりするんで、そういう発見も面白いですよね。これでだいぶ削れて、多分最初の状態と全然違う形になったと思うんですけど、ここからもうちょっと手を加えていって、最終的にブレーシングを仕上げたら、とりあえずトップは一通りこれで完了となりますんで、次はまた次どうしようかな、次銅でも曲げようかな。見たいです。次またちょっとじゃあ銅曲げの時に、撮影しますんで、とりあえず今日はこんな感じで、一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。誰にも見えないとこで